皆さんこんにちは、アンリです。今日は日本国内で5月18日に立て続けに発信されたクロードに関する2つの強烈な投稿、そして NTT ドコモが就職活動のエントリーシートを AI で採点したら応募者が大量に落選したという事案、合わせて3つの話題を AI に詳しくない方にもわかるようにまとめてお伝えします。報道と X、つまり旧 Twitter の投稿によれば、まず GMO インターネットグループの代表取締役グループ代表熊谷正俊氏が自身の X でクロードコードが使えるようになったのがこの10年で一番良かったと発言し、1383いいねを集めました。これは国内上場企業のトップが特定の AI 製品を実名でこれほど強く押すという極めてレアな事例です。同時に別のユーザーがクロードを全社導入しても自腹で課金して使い倒していた人だけが本気で活用しているというエンタープライズ DX の現実をクロード文脈で投稿し、2563いいねを集めました。そして3つ目の話題がNTT ドコモの就活エントリーシートを AI で評価したら応募者が次々に落選したというラッキー氏の投稿で7501いいねを集めています。それではこの日本 AI 実装の3つの現実を4つのセクションに分けて整理していきます。まず最初のセクションは GMO 熊谷氏のクロードコードは10年で一番発言の戦略的な意味です。熊谷正俊氏は GMO インターネットグループの創業者で、国内のインターネット黎明期、つまり1995年前後から上場企業の経営者として IT 業界の最前線に立ち続けてきた人物です。 GMO グループはドメイン登録、レンタルサーバー、決済、暗号資産、ネット広告というネットインフラの広い領域を扱っている上場企業グループです。その熊谷氏が自身の X でクロードコードが使えるようになったのがこの10年で一番良かったとストレートに発言したということは極めて大きな意味を持ちます。クロードコードはアンソロピックのクロードをターミナル、つまりエンジニアが普段使うコマンドラインでコードを書く相棒として使えるようにした開発ツールです。重要なのは熊谷氏がこれを自分が使ったと実名でコミットしているという点です。日本の上場企業の経営者が特定の AI 製品をここまで強く推すのは極めて珍しい現象で、 IBM、マイクロソフト、オラクルといった伝統的なエンタープライズベンダーの製品でもほとんど見られない強い表現です。背景にはクロードコードがエンジニアだけでなく経営層が自社のシステムを把握する手段として機能し始めているという構造変化があります。2つ目のセクションはクロードを全社導入しても自腹組だけが使いこなしているというエンタープライズ DX、 つまり企業のデジタル化の罠です。 X ユーザーシュトラチョクワ氏の投稿が2563いいねを集めました。投稿の用紙はこうです。会社全体でクロードを契約しても実際に深く使いこなしているのはそれ以前から自分のクレジットカードでクロードプロを契約し毎月の利用料を自腹で払っていたごく一部の社員だけだというものです。この観察はエンタープライズ SaaS、 つまり企業向けクラウドソフトウェアの導入における長年の問題、いわゆるライセンスを買ったが使われない問題のクロード版です。例えば過去には Salesforce、Slack、Notion、マイクロソフト365で同じ現象が繰り返し観察されてきました。 AI ツールの場合この問題はより深刻になります。なぜなら AI は使い方そのものをユーザーが試行錯誤で習得する必要があり、研修を受けただけで使えるものではないからです。自腹で課金していた人は自分のお金が毎月課金されるという強い動機を持って AI の限界とコツを地道に習得しています。一方
会社が一括で契約した場合、社員は会社が払っているから使わなくても損はしないという心理になり、習得への動機が弱くなってしまうのです。これは日本企業の AI 導入を考える経営層にとって極めて重要な示唆です。3つ目のセクションは NTT ドコモのエントリーシートを AI で採点したら大量落選したというラッキー氏の投稿の中身です。 X 上で501いいねを集めたラッキーサプライジング氏の投稿はこう報告しています。 NTT ドコモの新卒採用、つまり大学生院生の就職活動で提出するエントリーシート、いわゆる ES、これをチャット GPT やクロードといった汎用的な AI 評価器に入力して、この ES は合格基準を満たすかと質問したところ、合格と判定された ES がごく少数だった。つまりほとんどが AI の目で見ても落第判定だったという結果です。この事案には二重の構造があります。一つ目の構造は、企業の採用側がAI を使って ES を採点し始めているという現実です。 NTT ドコモのような応募者が数万人規模になる大企業では、すでに ES 一次選考の AI 採点が当たり前のプロセスです。2つ目の構造は、応募者側も AI に ES を書かせて提出するようになっているという現実です。つまり AI が書いた ES を AI が採点するというループです。ラッキー氏の投稿の論点は、その採点の質が人間が読んで人間が採点した時代と比べて本当に妥当なのかという疑問です。 AI まだ人間に勝てないという投稿のニュアンスは、この AI で採点された結果が納得感がないという現場の感覚を捉えています。4つ目のセクションは、これら3つの話題を束ねた2026年5月時点の日本の AI 実装のリアルです。3つの観点があります。1つ目は、経営トップが AI を実名でコミットし始めたということです。 GMA 熊谷氏の発言は、孤立した個人の感想ではなく、上場企業グループの代表として自分の会社の経営判断にクロードが影響していると暗に宣言しているのと同じ意味を持ちます。同時期にトヨタの AI 特許出願件数が5年で5倍に増えているという日経新聞の分析記事、またソフトバンクグループ孫正義氏のオープン AI への投資による5兆円利益といった経営トップの AI 関与報道が相次いでいます。2つ目は、現場の自腹組と会社契約組の温度差です。シトラチョクワ氏の観察は、日本企業の IT 投資、特に AI 投資の根本的な課題をついています。お金を払っても人が動かなければ成果は出ないという当たり前の事実が AI の世界でより鮮明になっています。3つ目は、採用 AI と応募者 AI の二重構造です。 NTT ドコモの事例は、採用市場に AI が入り込んだ結果、評価軸そのものが機械化されたという社会的に大きな変化を示しています。フジテックさんが4556いいねで設計力要件定義力を鍛えろと発信、 NPIT プロが1559いいねで SaaS つまりクラウドソフトの論を展開しているという関連する投稿も合わせて読み解くと、日本の AI 実装は2026年5月はっきりと新しいステージに入ったと言えます。ここまでの整理をまとめます。 GMO インターネットグループの代表熊谷正俊氏が X でクロードコードはこの10年で一番良かったと発言。上場企業トップによる極めて珍しい特定 AI 製品への強いコミットを示しました。同時期にクロードを全社導入した企業で実際に使いこなしているのは自腹で課金していた一部の社員だけだというエンタープライズ DX の現実が X で2563いいねを集める投稿として可視化されました。さらに
NTT ドコモの就職活動エントリーシートを AI で採点したらほとんどが落第判定だったという事案が7501いいねで拡散され、採用 AI と応募者 AI の二重構造という社会的な変化が浮かび上がりました。これらを束ねると2026年5月時点の日本の AI 実装は、経営トップの実名コミット、現場の自腹組と会社組の温度差、採用 AI と応募者 AI の二重構造という3つのリアルが同時に存在する複雑なステージに到達しています。今日が日本の AI 実装の現実をまとめて把握できる貴重な日として記録される一日です。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ、毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で